アメリカ・ニューヨークにあるメトロポリタン美術館にやってきました。パリのルーブル美術館、サンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館とともに世界三大美術館と呼ばれています。メトロポリタン美術館は1870年に設立。正面の幅が300メートル以上にわたる巨大な建物で、世界最大級の美術館です。美術館の正面入り口の右側に列があるので、列に並んで開館時間まで10分ほど待ちます。待っている間に美術館のファサードの中東を見てみましょう。ギリシャ建築の中東にはいくつか種類があり、メトロポリタン美術館ではコリント式が使われています。コリント式以外にはドーリア式とイオニア式があり、ドーリア式はシンプルな作りで、3つの様式の中で最も早い紀元前6世紀頃に用いられました。イオニア式はオリエントの影響を受けて発展した様式で、繊細で軽快な特徴があります。コリント式は最も華麗で、その華麗な様式はギリシャ人やローマ人に好まれ、現代の多くの建築物でも使われています。入場券は館内でも買えますが、事前にウェブサイトから購入するのがおすすめです。美術館の前にはホットドッグなど軽食を販売するキッチンカーが並びます。美術館1階は大きく6つのセクションに分かれていて、アメリカ美術、エジプト美術、ギリシャ・ローマ美術、アフリカ・オセアニア美術、近代美術、そして今回の動画からシリーズでお届けするヨーロッパ美術です。13世紀ゴシックから19世紀印象派までのヨーロッパ絵画は大きな階段を上った2階にあります。手荷物検査を抜けて建物内に入りました。建物左側にあるのがギリシャ・ローマ美術エリア。建物正面にあるのがヨーロッパ美術エリア。そして建物右側にあるのがエジプト美術エリアです。それでは入り口正面にある大きな階段を上って2階にあるヨーロッパ絵画エリアへ向かいます。美術館の所蔵作品は300万点以上で、そのうち約10万点が展示されています。美術館の大きさは東京ドーム4つ分です。グローバル金融会社の創業者で大富豪の JP モルガンはメトロポリタン美術館の理事長を務め、彼の任期中にヨーロッパ絵画の名作が数多く集められました。大階段を上り終わってそのまままっすぐ進むと、ヨーロッパ絵画エリアの最初の部屋に入ります。ここでは1250年から1450年頃までのイタリア宗教絵画が展示されています。各部屋には番号がついていて、今いる部屋が600番。番号に沿って進んでいくと年代順に絵画を鑑賞できます。19世紀の写実主義印象派の作品は800番台で、少し離れた部屋に展示されています。美術館では13世紀ゴシック以降の作品が展示されていますが、ゴシックやルネサンスなどカタカナの名前は難しいですよね。ですが時代区分の名前には意味や背景がきちんとあるので、キリストが誕生した西暦0年まで遡って解説します。ヨーロッパの文化芸術はローマ帝国が礎となっています。キリスト教はキリストの弟子たちが広めた宗教ですが、ローマ帝国は多神教が主流で、キリスト教はすぐに受け入れられませんでした。しかしローマ帝国による平和は徐々に衰退し、3世紀になると戦争が繰り返され、社会が混乱を極めます。このタイミングで神の愛と隣人愛を説くキリスト教が民衆に受け入れられ、
313年に皇帝コンスタンティヌスがキリスト教を公認。392年にはテオドシウス帝がキリスト教をローマ帝国の宗教に定めました。395年にローマ帝国が東西に分裂。東ローマ帝国ではビサンチン美術が発展し、西ローマ帝国ではロマネスクとゴシック様式が生まれ、15世紀からはルネサンス様式が主流となります。当時のヨーロッパ社会では読み書きができるのはラテン語のできる修道士や聖職者などに限定され、キリスト教を広めるためには文字以外のメディアが必要でした。そこで視覚的、直感的に理解できる絵画が登場するのです。西ローマ帝国だった地域では10世紀にロマネスク美術が確立されます。これはローマ風の美術という意味です。ロマネスク様式は信仰のための美術という役割を担い、平面的で写実性に乏しい特徴を持っています。ロマネスク美術の傑作と評価されているのが全能のキリストです。遠近法が全く使われておらず、漫画に出てくるキャラクターのような表現で、日本人には親しみやすいかもしれません。では、ロマネスク様式からゴシック様式へと変化した背景には、どんな理由や要因があったのでしょうか。実は、建築技術の発展が大きく影響しています。ロマネスクやゴシックという様式は、教会など建築物にも使われており、ロマネスク様式は建物をしっかり支えるために分厚い石の壁が必要で、窓が小さく建物の中は暗かったのです。しかし建築技術の発展でリブ・ウォールトという天井を支える新しい方法やフライング・バットレスという外側の柱の使用により、壁を薄くしても建物がしっかり立つようになりました。高い天井と大きなステンドグラスが特徴のゴシック様式の誕生です。ステンドグラスには聖書の物語が色彩豊かに表現され、教会の中に置く絵画も同じように豪華な作品が求められるようになり、絵画でもロマネスク様式からゴシック様式へ変化したのでした。ゴシックはゴート族という昔のヨーロッパの民族の名前に由来しています。この名前は16世紀イタリアのルネサンス時代に付けられたもので、ルネサンス時代は昔のローマやギリシャの芸術を理想とする人が多く、ゴシック様式はゴート族のような野蛮と思われていたので、ゴシックと名付けられたのです。ゴシック様式に転換していった14世紀半ばに、黒死病と呼ばれるペストがヨーロッパで大流行します。推定2500万人、当時のヨーロッパの人口の3分の1が命を落としました。人々はなぜ神は助けてくれないのかと考え、キリスト教への不信感が生まれたのです。そして古代ギリシャ・ローマ時代の人間らしく写実的な表現が注目され、キリスト教や聖書ではなく、ギリシャ・ローマ神話を題材に取り上げる芸術家が出現し、文芸復興を意味するルネサンス時代へと移り変わったのです。それでは美術作品を紹介していきます。メトロポリタン美術館のゴシック祭壇画の中で、すべての構成要素が揃っているのはこの作品だけです。この作品はフィレンツェの教会にある礼拝堂のために描かれました。メインパネルではキリストが天使の音楽家を従え、母マリアに冠を授けています。厳かな宗教的場面が豪華な装飾とともに描かれていて、ロマネスク様式とは全く違うことが明確です。こちらはキリストと
十二使徒を描いた絵画で、ゴシック期の宗教画の代表的なテーマです。どの人物が誰なのか、アトリビュートを手がかりに紐解きます。アトリビュートはラテン語のトリプエレー、与える、授けるという動詞が語源で、付与された属性や付属物を意味しており、その人物が誰なのかを特定するために用いられます。ペテロは十二使徒のリーダーで、キリストの最も近くにいた人物です。代表的なアトリビュートは鍵で、ペテロがキリストより天国の鍵を授けられたことに由来します。バチカン市国のサンピエトロ大聖堂はローマカトリック教会の総本山で、ペテロ殉教の地と伝えられる場所に教会が作られました。この祭壇画は初期ルネサンスの作品で、イタリアのトスカーナにある教会に飾られていました。絵画の形状と構造はゴシック時代を象徴するもので、5枚の中央パネルがメトロポリタン美術館で展示されています。19世紀に解体される前のすべてが揃った状態は、イタリアのゴシック様式の大聖堂の形状に似ていて、この絵が教会に飾られていたことにも納得です。それでは次の部屋に進みます。ゴシック時代はキリスト教に関する宗教画がメインですが、ルネサンス時代になると肖像画が普及します。メディチ家に代表される資産家は画家のパトロンとなり、自身の宗教的信仰を示すために肖像画を依頼しました。イタリアの肖像画は横顔が一般的で、横顔こそが人の特徴を表すと考えられていました。しかしフランドル地方の肖像画形式がイタリアに伝わると、正面やや斜めの肖像画がイタリアでも一般的になったのです。次の部屋ではゴシック期に遡り、新約聖書ではなく旧約聖書に関する絵画を紹介します。4枚の絵画にそれぞれ描かれた人物は誰なのか、アトリビュートから考えます。詩篇を手にしているのはダビデで、キリストの直接の祖先と考えられています。詩篇は旧約聖書に収められた神への賛美の詩です。教会の形をした箱を持っているのはノアです。旧約聖書の創世記に出てくる物語で、人間が地上で争いを繰り返すことに失望した神が、地上を一掃しようと大洪水を起こすのですが、たった一人だけ正しい心を持つノアを救うために、箱舟を作って家族と動物を乗せるようにと伝えたのです。2枚の石板を持っているのはモーセです。ヘブライ文字を連想させる言葉で10回が刻まれています。10回とはモーセが神から与えられた10の戒律のことで、偶像崇拝の禁止や安息日の遵守などが定められています。右手に剣を持ち、左手を少年の頭に乗せているのはアブラハムです。少年は一人息子のイサクで、神の命令に従ってイサクを生贄に捧げようとしています。イサクを殺そうとする瞬間に、神はアブラハムの信仰心を認め、イサクは殺されずに済みました。美術館に来たら絵の額縁にも注目してください。どんな額縁を選ぶかで絵の印象は大きく変わります。それではイタリアからフランドルに移動し、フランドルのルネサンス期の宗教画を見ていきましょう。正面の絵画は受胎告知です。天使ガブリエルが処女マリアの前に現れ、マリアが聖霊によってキリストを妊娠したことを告げ、マリアがそれを受け入れることを告げるシーンです。ルネサンス期は油彩技法が発展し、
細部をリアルに表現することが可能となりました。天使ガブリエルの羽や身にまとっている服のシワなど、まるで写真を撮ったかのようにリアルですよね。ロマネスク期の受胎告知と比較すると、その差は一目瞭然です。聖母マリアの顔や手も写実的になっており、花瓶に入った花やパラパラと開かれた本、ベッドのシワに至るまでリアルに描かれています。ルネサンス時代は自然界の観察と科学の発展が進み、絵画には遠近法が導入され、人体表現も解剖学的に正確になったのです。ここまで絵画を紹介してきましたが、次の部屋では銅像に注目してみましょう。紹介する銅像はギリシャ神話の神々で、最初は冥界の王ハデスです。最高神ゼウスと海の神ポセイドンとは兄弟にあたります。アトリビュートは3つの頭を持つケルベロスです。ハデスの忠実な番犬として冥界の門を守ります。次は最高神ゼウスの妻であり、結婚や家庭の守護神であるヘラです。夫ゼウスの浮気に悩まされ、浮気相手やその子供に激しい制裁を加えました。アトリビュートはクジャクで、羽の目玉模様はヘラの監視の象徴です。3番目に紹介するのは愛と美の女神であるヴィーナスです。神々や人間を魅了する絶世の美女で、海の泡から誕生したのでイルカがアトリビュートになっています。ヴィーナスは戦争さえも左右する愛の力を持ちました。最後に紹介するのは戦の神マルスです。戦争で使う武器がアトリビュートで、頭を守る帽子や鉄砲を身につけていますね。恋愛面では先ほど紹介したヴィーナスと愛人関係にありました。最後に紹介するのはブリューゲルの穀物の収穫です。フランドル地方を代表する画家で、農民や庶民の生活を描き、17世紀以降のフランドル絵画に大きな影響を与えました。穀物の収穫は農民の生活を描いた代表作の一つで、季節の移り変わりをテーマにした季節画シリーズの一つです。黄金色の小麦畑が広がり、農民たちの収穫、食事、休息が描かれています。細部まで精緻な描写と温かみのある色彩が特徴で、労働と自然の調和を表現しています。理想化していないリアルな農民の姿が16世紀フランドル絵画の特色をよく示しています。ご視聴ありがとうございます。次回はフェルメールやレンブラントが活躍したバロック時代をご紹介します。